さんはタイの首都バンコクから隣の国ラオスの首都ビエンチャンまで飛行機で向かいます。ラオスは中国、ベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーの5カ国に囲まれた東南アジア唯一の内陸国です。手つかずの豊かな自然が残っており、古き良きアジアの面影を今に残している国と言われています。一体どんな場所なのでしょうか。ナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう。サワディーカー、宇宙ナンプラカー。今日ね、今からね、タイのね、バンコクのドムアン空港の方から、ラオスのビエンチャンの方に行こうと思います。そうなんです、今日私たちは初ラオスなんです。そうだね。いやね、ちょっと楽しみだね。ねえ、うん横の国なのにね、まだ行ったことなかったからね。そうだね。まあフライトでもう1時間ちょっとで行けるんでしょ。すごいね、近いよね。近いね。ちなみにね、朝今5時4時今5時前だね。5時前か、もう朝からねちょっと攻める感じなんですけどね。もうでも朝早いフライトでもう朝7時半には着く予定だから、もう今日からねもう観光してね、見れるし、次の街の方にも移動するという、結構いろいろスケジュールも大変な感じなんですけど、それでは一緒にね行ってみましょうか。行ってみましょう。じゃあレッツゴー。ドムアン空港のね、中に入りました。出発ゲートの外ってまあゲートの中か。いやすごいね。いろいろあってて、結構朝早い時間なんだけど、人もたくさんいますね。そうだね。いやでもね、朝からこんな感じで活気がある感じでね、いい感じです。乗るの23番だっけ。そうですね、もうちょっと奥のとこです。この辺ですね。それではちょっと時間まで、時間までこのゲートから行く感じですね。今からね、飛行機に乗りますね。ようやくですね。いや空港の中はね、寒くてそう、びっくりするぐらい寒い。寒いよね。ちょっとね、皆さんもちょっとタイの空港とか来るときは服装気をつけた方がいいかもしれない。上着あった方がいいかもね。このエアアジアの飛行機でバンコクのドムアン国際空港からラオスのワットタイ国際空港まで行きます。ท่านผู้มีเกียรติคะ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเก็บไว้ด้านบนนะคะสำหรับท่านที่วางกระเป๋าไว้ด้านล่างใต้เก้าอี้กันท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรับバンコクにはスワンナプーム空港とドンムアン空港の2つの国際空港があります。ドンムアン空港は1914年に開港した東南アジアで最も歴史のある空港の一つです。スワンナプーム空港が開港するまでタイの主要国際空港でした。現在は格安航空会社 LCC と国内線が中心の空港になっています。飛行機が飛び立つとバンコクの朝の景色が見えてきました。今見えているのはバンコクのターミナル駅クルンテープアピワット駅です。ここからタイの各地に行ける列車に乗ることができます。今見えているのはバンコクの中心部を流れているチャオプラヤ川です。この川の近くに有名な三大寺院などがあり、バンコクを観光するときに外せないスポットです。
バンコクから北に進むにつれてだんだん畑が多くなり、山の緑が多くなってきました。飛行機に乗ってから約1時間であっという間にラオスのビエンチャンに着きました。และเข็มขัดนิรภัยรวมทั้งอุปกรณ์นิรภัยบนเครื่องบิน Welcome to Laos って書いてありますね。ラオスの空港に着きました。着きましたね。無事にね、うんさらっと着いた感じですね。今ね、ビエンチャンの方にいるんだよね。うん、そうです。これからね、観光地を巡っていこうかなと思うんですけど。まずね、空港で SIM カード買ってきましょうかね。そうだね。うん。もう早速ね、出口出たらもう SIM カード屋さんが、そうだね、いっぱいありましたこれちょっ。と買ってきましょう。うん。ここで買いました。ここがね、エクスチェンジで、先ほど、キープにしてきましたね。タイバーズからキープへエクスチェンジしました。これがね、ラオスのキープという、お札のようですけど、お金です。一番大きなお札でうん5万キープでした。そうだね。で、これが、日本円に換算すると、342、ぐらい。40円ぐらいで、タイバーズだと78円。うん。バーツぐらい。 78バーツぐらいですね。まあこれ1枚で約1食食べれるような感じなのかわかんないうんね。ちょっと街行ってみな。よう。行ってみましょう。うん。はい。オッケー。とりあえずね、タクシーに乗ることにしました。そうですね。ちょっとね、安く乗せてくれる人を見つけたので。まだ250バーツって言ってたっそうだね。け？オフィシャルのカウンターがあるようなタクシーに聞いたら、450バーツって言ったから、それよりは半額ぐらいまあそうだね。かな。まあちょっととりあえず最初そこまで行ってみますか。そうだね。うん。聞いてみましょう。うん。行ってみましょう。 สอนเนี่ยเป็นแบบไหนที่นั่นนะยองถาม ビエンチャンの最大の特徴は、首都でありながらどこかのんびりとした空気が流れているところです。世界で一番何もない首都と表現されることもありますが、その素朴さが多くの観光客を魅了しています。街の至る所にフランスの植民地時代の面影が色濃く残っており、並木道やコロニアル様式の建物が独特の美しい街並みを形成しています。ラオスの凱旋門パトゥー祭が見えてきました。ビエンチャンを代表する人気のある観光地です。今日はまずここに行ってみましょう。この通りはパリのシャンゼリゼ通りに見立てて作られたランサーン通りです。通り沿いには政府の重要な建物や商業施設が並び、ビエンチャンの政治経済の中心地となっています。ついに着きました。パトゥー祭ですね。ラオスの凱旋門でございますね。そうだね。いや、なんかでっかいね。ねえ。思ったよりね、すごい立派な大きな建物で。そうだね。うん。フランスのなんかね、凱旋門をなんか、なんていそうだねモチーフにしてアジアっぽくしたような感うん。じがしてますね。そうだね。そこね、上にね、登れるらしいんですよね。あとね、近くで見てみましょう。そうだね、まずは行ってみますか。そうだね。うん。その前にさ、お茶していかない？そうだね、ちょっとね、疲れましたからね。こっちでゆっくりしていきましょうか。ここにいいカフェがありますね。今ね、
ちょっと朝カフェをしてるんですけど、うん。すごいね、オーダーしたらね、すごいモリモリのヨーグルト、何なんだろうこれ。バラがね、うん入ってたんだよね。綺麗だね。そう。ちょっとね、想像以上にでかかったからびっくりしちゃった。朝ごはんって感じ。ね、400円ぐらい？うん、そうだね。ね、安いよね。うん。うん。まあ、伝えてみようと思います。うん。ね、景色をね、見ながら、ね、ゆっくりできるっていうのがいいね。優雅な景色を見ながらね。特等席ですね。ね、いただきます。あ、甘くない。うん。これ日本人好きな味ですよ。あ、ほんと。いや、大きいね。うん。なんか大きな建物がね、こっちの方にもあるんだけど。うんうんうん。結構ね、西洋風の建物が多いよね。空港からここまでね、来る途中も、結構ね、そういうヨーロッパっぽい建物がね、たくさん並んでましたね。そうだね。あとね、ラオスでは結構タイバーツ使えるってね、こう、聞いてたんだけど、そうだね。US ドルも使えるんですよね。そうだね。今のところ、タクシーとかはね、タイバーツでもね、払える感じでしたね。ああ、そうだね。うんまあ今のところね、まあうん問題なく。そうだね。うんあとね、1000バーツとか出すとね、お釣りは、ラオスのキープをもらったりもしましたね。そうだね。だから計算ね、ちゃんとしてから。そう、だからね、ちょっとね、難しいよね。いろんな通貨が出てくるからさ。そうだね。うん。いやー、何しても。そうこうしてるうちにね、近づいてきましたね。かっこいいねか。っこいい。なんかデザインがさ、ちょっとやっぱタイのとも違うし、いや、これフランスの凱旋門だよ、完全に。そうだね、門の形だけど上の方はさ、やっぱりちょっとこうアジアのテイストじゃない？そうだね、上はね。アジア版凱旋門。パトゥー祭はラオス語で勝利の門を意味しています。フランスからの独立と内戦の戦没者を慰霊するために建てられました。私も入れなさそうだね。これはね、なんか大事な建物なんじゃないの？はい、ラオスの旗が立ってますね。国旗が揺らいでる。ここはラオスの行政の中枢である首相府。ラオスは人民革命党による一党独裁体制で政治を行っています。これが凱旋門です。大きいですね。ちょっと拡大して見てみましょう。いや、立派ですね。ねえ、これ装飾をよく見るとね、結構仏教系のアートが施されていて、そうだね。完全仏教系のアートが。かっこいいね。西洋とね、東洋の融合という感じがしてかっこいいね、ほんとね。かっこいいですね。画面の装飾がいいですね。そうだね。パトゥー祭の特徴はこのシルエットにあります。頂上にはラオスの仏教建築を模した5つの塔がそびえ立っています。これは仏教の五戒や平和共存などを示しているそうです。西洋風の骨格にラオスの伝統と魂が見事に融合した建物といえます。すごい、この天井の装飾がめちゃくちゃ綺麗ですね。外は結構なんか色がない感じだったけど、この天井すごいカラフルですね。水色が綺麗。4つのアーチが交差するドーム状の天井。ここにはヒンドゥー教の三大神であるビシュヌ神、ブラフマー神、インドラ神などがそれぞれの乗り物や象徴とともに描かれています。ラオスの仏教はヒンドゥー教の影響を強く受けており、これらの神々は仏教の守護神として人々の信仰に溶け込んでいます。神々の周りは蓮の花や伝統的な模様でびっしりと埋め尽くされており、
ラオスの宇宙観や世界観を凝縮した神聖な空間を作り出しています。入場料今ね払ってきたんですけどね、3万キープ、うん、じゃあ行ってみますか。うん、ここからはね階段で上がっていきますね。門の足の部分がね階段になってるんだよね。でそこをねこうぐるぐる上がっていける。いいですね。あ、綺麗ね。そこからこの門のね天井の絵がすごい綺麗だなと思ってたんだよね。あ、素敵。すごい素敵ですね。ここからもこう近くでね見れますね。そうだね。さらにちょっと登っていきましょう。ああ、綺麗綺麗。光の入ってくるぐらいの高いです。ここはね最上階です。あ、ちょっと博物館みたいになってる。このねパトゥー祭の歴史が書いてあるね。これがね昔のパトゥー祭です。建てられたばっかりだ。うん。すごい。うん。まだ上があったようですね。うん。結構上がるね。そうだね。ビルにしたら多分5、6階ぐらいだね。なんかそんな感じですね。まだ見たいですよ。わ、超綺麗。なんか本当お城みたい。こういう綺麗な柱と装飾がいいです。こんな大仙堡みたいなとこの中にこんな広い広場が広がってるとは私思わなかったね。本当すごい綺麗。見た目より広い。うん。なんか展示もされてて面白いですね。これ今ビエンチャンにある有名なお寺がこうやって展示されてますね。なんかすごいヨーロッパ調のやつもあるしね。面白いね。個性的ですね。そうだね。もっと上行ってみますか。そうですね。辛い。うん。最上階です。すごい大仙門の上に上がれて最高だね。ああ、風がすごい気持ちいいですね。これがさっき下から見えてた上のギザギザしてるところですね。ここに今います。わ、こっからの景色がまた半端なくいいですね。うん。あ、すごい綺麗な庭園が見えてますね。こう見るとちょっとヨーロッパ風な感じがするね。そうだね。こっからね、もっと上の方に行けるみたいなんで。そうですね。上がってみます最上階かか。と思ったら。そうだね。まだ行けた。違ったみいですね。じゃあ、行ってみましょう。うん。うん。なんかすごいね。なんかこう。本当だ本当だ。まだある。おお、すごい。本当作りがすごいね。わ、しかも高いわ。違う。ここはね、最上階からの景色です。うわー、綺麗だ。パトゥー祭の高さは約49メートルあり、7階建ての構造になっています。ここからはビエンチャンの市街地を360度見渡すことができます。フランスのシャンゼリゼ通りのようにまっすぐに伸びるランサーン通りの先には旧王宮、現在の大統領府があるそうです。
こんなに美しいパトゥー祭ですが、実はまだ完成してないと言われています。建設が始まった1950年代から60年代は、ラオスは王国政府軍と社会主義勢力の内戦状態にあり、資金も不足している状態でした。パトゥー祭はラオスの激動の歴史を現代に伝える記念碑としての役割もあり、とても重要な文化財になっています。一番上の階にね、仏壇がありますね。いや、よかった。ね、パトゥー祭すごい良かったねうん。綺麗でした。朝市の、観光はここでよかったですね。そうだね。やっぱりね、ラオスのシンボルですからね、まずはね、行きたいところって感じだよね。そうだね。うん。高いとこからね、こう、バッて景色見えるから、うんスカッとしましたね。そうだね。あのね、あんまりでっかいビルがないからさ、うん。この建物は結構、ね、全体見渡せる感じになってる。すごい良かったです。ぜひ皆さんも来てみてください。はい。うん。じゃあちょっと次のところ行ってみましょうか。うん。レッツゴー。うん。読んだらすごい可愛い車が来てくれました。あ、サバイディか。次回の動画では、ラオスの国の象徴と言われている寺院、タートルアンや町の市街地を散策しに行きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。